こんにちは、モネです。2021年初めての文房具を買いました。購入したのは1月の初めくらいなんですが、東京吉祥寺の文房具専門店サブロさんに行ってきました。可愛いものがね、すごくたくさんあったので、今回買ったものを紹介していこうと思います。サブロさんはどこか懐かしいような、学校？小学校かなみたいな感じを思い出されるようなレトロな雰囲気が漂うアイテムが多く揃っているお店です。どれも可愛いアイテムばかりなので、よかったら最後まで見ていってください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間行ってみましょう。コロナが流行ってから引きこもりのごとく私は家にずっといるんですけど、皆さんどうですか？やっぱり引きこもりしてますか？私は今スーパーと家の行き来ぐらいしかしてないですね。そんなこんなで久しぶりの外出だったので、ずっと行ってみたかったサブロさんに初めて行ってみました。サブロさんは吉祥寺駅北口を出て、駅に背を向けて左側に歩いてユニクロ方面を目指します。そして東急の4つ隣のビルの2階にありました。店内は撮影 NG だったんですが、ドアの外からだったら撮影 OK とのことで、ドアの外から少しだけ店内の様子をちら見せいたします。本当にね、レトロな雰囲気が可愛いお店でした。そんなサブロさんで購入した商品は4つ。1つずつ紹介していきますね。まずはマステ。今回マステは2つお迎えしました。女の子の横顔イラストのマステは350円。大人女子の気配り文具シリーズです。このシリーズのファンの方も多いんではないでしょうか。そんな可愛いイラストを描かれているのはマスコエリさんというイラストレーターさんです。私がよく使うマステは結構柄物よりも顔とかがメインになっているイラストマステが多くて、一つの柄から吹き出しを出して使うことが多いので、それと同じように今回も使おうかなって思って購入しました。ちょっとね、補足でメモを書きたい時とかによく使っています。今まで買ってきたイラストマステの中でも、今回買ったものはイラストが小ぶりで派手派手してないので、スタディプランナーでの登場が多くなりそうかななんて予感してます。そしてもう一つのマステは水島さんのマスキングテープ。価格は500円でした。水島さんは水玉が好きなデザイナーさん植木さんっていう方と、しましまが好きな文房具、今回のね言ったサブロさんの店主村上さんによって制作セレクトした文房具ブランドだそうです。柄物のマステは私自身積極的には買わない方なんですけど、このね柔らかくて白い部分が多い感じがすごく使い勝手が良さそうだなって思って手に取っていました。1月のマンスリーログの飾りにもう早速使ってみたんですけど、境界線がはっきりとしてない感じがやっぱり使いやすかったです。図形を使った柄っていうのもね可愛くて、紙全体の装飾に使わせてもらいました。お次はこちらの大きいテープ、トナネコボンボンクラフト粘着テープっていうらしくて、価格は540円でした。お店をぐるって回っていたら、やっぱりこの大きさも存在感もあったので目がね行きまして、手に取って近くで見てみたら、このゆるっとした猫のイラストが可愛すぎて悩む暇もなくお迎えしました。クラフト粘着テープなので、本来の使い方は段ボールや梱包の時に口を留めるのが正しい使い方だと思います。ですがこのテープ見た時、あまりの可愛さにもう手帳でも絶対使おうって心に決めていました。ということでね、ビッグサイズなんですが、このクラフト粘着テープはマステのように使っていきます。マステと比べてみてもこの大きさの違いが分かりますよね。2倍どころか3倍、いや下手したら4倍くらいあるかもしれません。大きいっていうことはやっぱり普段使っているマステに比べて絵柄もその分大きいっていうことなので、イラストとしてすごく存在感が出ますよね。ここまで大きなイラストマステは持ってなかったので、結構テンション上がってますね。実は2月の飾りはこのトラネコさんで行こうと思い、早速デコってみたんですが、使ってる紙が上質紙っていう真っ白な紙だったので、
違和感なく紙に馴染んでくれました。イラストのサイズも大きい絵柄から小さい細かいような絵柄もあったので、カレンダーページの日付がない欄とかには小さいイラストがすっぽり収まってくれたり、大きいイラストの猫はカレンダーの周りで存在感バッチリに目立ってくれました。いつもイラストマステで作っていた週刊ページもいい感じの顔だけパターンもあったので、もう買って大満足です。こういうシリーズって他にもあるんですかね。なんかあったらまた買いたいな。もしこういうタイプのものを知ってる方がいたら教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして最後はメモパッド。メモパッドは京都の老舗和文具メーカーの表現者さんっていうところから発売されているもので、イラストレーターの西宿さんがイラストを手掛けています。価格は450円で4種の柄が120シート入ってるものでした。ちょっとしたお手紙用のメモパッドを私は持っていなかったので今回買い足しました。クライアントさんに資料を郵送で送るときに一言書いてペタって送るのにちょうどよくて重宝しています。今までこのメモパッドがなかった時はポストイットを貼ってたので、なんて言うんですかね、ちょっとね味気ないっていうんですかね、だったので、こういうメモパッドを手に入れることができてよかったです。今日の動画は東京吉祥寺の文房具専門店サブロさんで購入したものを紹介しました。購入特典でもらえるサブロ通信も中身の内容がとってもボリューミーで、印刷も可愛くて購入した日の日記に挟みました。今まで文房具専門店へは足を運んだことがほとんどなかったんですが、世の中が落ち着いてきたらまた都内にあるお店から一つずつ制覇していきたいななんて思ってます。といっても文房具屋さんに私詳しくないので、よかったら皆さんのおすすめのお店も教えてくださいね。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。